こんにちは、木下ゆうかですとパリピスエミーです。今日はね、じゃん、プデチゲを作りました。すみちゃん、プデチゲって知ってますか？僕知らない。プデチゲっていうのは韓国の美味しいお鍋だよ。私ね、実はこれ韓国で食べたことがあるんですよ。美味しかったですね。懐かしの味です。でこちらをね、今日はね食べたいと思いますので、あとね、その韓国の動画もね、よかったら見に行ってみてください。じゃあ作っていきたいと思います。材料です。豚バラ肉、キムチ、ウインナーソーセージ、おネギ、ハム、ニラ、シイタケ、粉唐辛子、スライスチーズ、インスタントラーメンです。実はですね、この粉唐辛子は視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。で、合わせ調味料がコチュジャン、味噌、お酒、ニンニク、生姜、ごま油、お水です。じゃあ、シイタケを切ります。種をぶち取って、この傘のところを切ります。はい。おネギは斜め切りにします。はい。でウインナーは一口大ぐらいに切ります。あ、ウインナーじゃない、ハムだ、ハム。でウインナーは3分割ぐらいです。はい、ニラは根っこの部分をちょっと落として5センチぐらいに切ります。はい、合わせ調味料を作ります。お酒、生姜、ニンニク、お味噌、コチュジャンを混ぜます。ごま油をひきます。そして豚肉を炒めます。色が変わってきたらキムチを入れます。で、粉唐辛子。視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。はい、さっきの合わせ調味料を加えます。そしてお水で、さっき切った食材を入れて煮込みます。しいたけ、おネギ、ウインナー、ハム、ニラで煮込みます。煮立ってきたので、ちょっと具材を避けて真ん中ら辺に麺を入れます。じゃん。これがですね、今回ね、韓国の麺使いたかったけどね、なんか残念ながら届かなくて、煮込みラーメン用の麺です。これは韓国の麺がね、もちもちしとって太くて美味しいんですよね。でチーズを入れます。めちゃくちゃ美味しそうです。じゃあ食べたいと思います。いただきます。わあ、チーズがめっちゃ合います。私辛いものとチーズってよく合いますね。なんかもうめっちゃチーズ乗ってるけど、ちょっとグラタンみたいやもんね。でも日本で買った麺もこれ煮込み用の麺だから美味しい。なんか細いけどそこまで伸びてないですね。あっちあっち。辛さもちょうどいい。具だくさんですね。ウインナー、うまっ。豚キムチ。で今日の
のドリンクはですね、じゃん、韓国の梨ジュースです。これ美味しいんですよね。日本でもね、梨のジュースを年がら年中売ってほしい。私は梨ジュースすごい好き。見てください。見えるかな、この梨の果肉が入ってるんです。美味しい。野菜とかお肉とかいっぱい入ってるから出汁がよく出て鍋がさらに美味しくなってますね。マシソよ。あとはやっぱり韓国料理にはチャミスルですね。する？美味しいご飯に美味しいお酒、幸せですね。幸せの極意。たくさん寝てたくさん美味しいものを食べれば人は幸せなんです。卵も入れようかな。ハムって煮込むと美味しいな。チーズが伸びる現象、美味しそうですね。チーズを開発した人に私は国民栄誉賞は、いや、地球人栄誉賞を与えたいです。ちょっと暑いからさ、早く火を消したいんやけど、なかなか卵に火が通らないですね。早く火が通れー。なんかボンボンっていう音がするんやろ、怖い。蓋をしないと黄身には火が通らんのか。じゃあキムチで蓋をしよう。合わせ調味料いろいろ入っとから味にコクがあって美味しい。ニンニクがいい仕事をしています。ニンニクと生姜が。そういえば私さっき思ったんやけど、2011年私年女なんです。そう、私は牛年なんです。さあ一体何回牛年を今まで繰り返したんでしょう。もう昔牛年っていうのがすごい嫌で、うちの妹はさ、私と2つ違いで牛、虎、うでうさぎなんよ。超可愛いじゃん。でなんか神社とか行ったらさ、お守りが私牛でさ、妹うさぎなんよ。でもこればっかりは別に取り替えてもなーっていう感じで、ウサギって結構当たりですよね。いいな。牛はでもちょっとまあ2位だったからマウント取れるぐらいかな。でもネズミには負けるけど。私誕生日も2月だし、なんか2に縁があるなって思う。牛が2番目でね。暑い。鍋を食べてるとあったかくなってきますね。卵さんはいい加減火が入ったかな。いい感じかも。これ卵。さっきの卵どこ行った？私はキムチで隠したから、なんか骨を隠して忘れる犬の気持ちは今分かりました。いたー。なんかこういうさ、ラーメンとかのやつってピンク色になるぐらいがいいよね。卵の黄身のところが。さ、卵の黄身ってなんで火入れたらピンクになるんだろうね。不思議やね。もっと火入れたら黄色になるのにね。白と黄色を合わせたって別にピンクにもならんし。このキムチはちょっと切り忘れですね。でっかい。でもその代わり卵の蓋にちょうどよかった。皆
なさ、2チャンネルとかさ、ネットの怖い話で企業様って知っとる？なんか企業様っていう話があるんだけど、卵を育てとるところがこう最初にひよこが生まれた時にたまに化け物みたいなのが生まれるんで、その化け物は生まれたらもうすぐ処分するんやって。でね、でも処分せんで目を合わせてしまったらね、頭がおかしくなるんだって。怖いよね。まあ私の話今全然怖くなかったね話し方。あれ、卵せっかくなんか育てたと思ったのになんか全然記憶がないまま食べてしまった。じゃあこいつを食べるか。黄身に少しだけ火が通って半熟でトロトロで美味しいですね。私は悟りましたよ。こんなに美味しいものが世の中にあるってことは神様はいると。神がいなければこんなに美味しいものが世の中に生まれるはずがない。暑いですね。もう済んだ。暑いから。お茶を飲みましょう。そしてね、お茶はお酒と一緒に飲むと悪酔いしないですからね。でもチーズと餅ってちょっと似てますよね、食感とか。全然出身が違うのにね。お餅はお米とかそういうやつで、チーズは牛乳からですもんね。もうなくなってきたけどスープがちょっと残ってますね。麺を追加しましょう。突入だー。お米の方が良かったかな。麺って煮込むのって大変だかな。でも柔らかくなってきた。おいしそう。卵がたっぷり絡んでいい感じです。このおこげが美味しいんです。で、最後の一口です。最後ごすみだ。はあ、プデチゲもこの梨ジュースもチャミスルもすごく美味しくて今日も幸せでした。いや、やっぱりお鍋はいいですね。もう簡単に手作りで特別な味が出せますからね。とっても美味しかったです。幸せな気持ちになりました。体もポカポカしてきますしね、寒い冬にはぴったりです。ぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。で、皆さん、うがい、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンスなど気をつけてね。毎日しっかり対策して健康に過ごしましょう。バイバーイ。